自己否定防止エクササイズ用意しました。はい。自己否定防止エクササイズですよ。それぐらいやばいことなんですよ。それぐらい劇的な毒ですから、自己否定だけはやめてねと。ね。だからそれを防止するためのエクササイズご用意しております。どうも、ブッダです。ですね。否定防止エクササイズね。はい。まずね、一歩一歩外歩く。散歩ですかね。こんなに俺は登録者数をね、伸ばしたいのに散歩してる場合ですかね。散歩していいんです。どういうことかというとね、ここ大事な一歩一歩ってことですね。はい。どっかに通勤してはいけません。はい。外歩いてみましょう。これもですね、感覚、フォーカスする。で、マインドフルネスの一個ですね。要するに目を閉じる。ね。で、体の感覚を捉える。結構難易度高いですよね。毎日やれるかって言うとそうじゃないかもしれない。だからこそ、ちょっと一歩一歩、ね、スマホも置いて、じゃ10分近所散歩してみようか。それだけでも変わります。自分のこと、またやっちゃった俺、最悪だ。特に夜なんかね、夜変な時間に目覚めるでしょ。パッと覚めたらね、なんだよ。まだ3時20分かよ。朝の3時20、ね、もう夜中の3時20分に起きる。どうも眠れない。ね。そんな中ツイッターなんかを見る。変なコメントを見る。自分の意見にそぐわない意見を見る。なんか腹が立つな。そういえばあの時も。っていうか俺。なんか変な自己否定にも入ったりする時間帯ありませんね。そういう時って良くないです。ね。だからそういう時はですね、朝じゃあ散歩行こう。一回ちょっと休んで朝散歩行こう。ね。朝散歩行く。全然違う気分になる。ね。生まれ変わられるんですよ。ね。マインドフルネスやってみる。なんでか。大事なのは、悩みというのはね、世界に充満している謎の嫌な物質じゃなくて、あなたの心の中に存在する反応でしかないのだから、あなたが違うアクションをするだけで変わる。ね。そしてもう一つ、広い世界を見渡す。やってみてください。実はですね、これ思い込みの外に出ることができるんです。この妄想がね、実は人間がナンバーワンでやっちゃうのこれらしいんですよ。この貪欲、怒り、妄想で、貪欲がナンバーワンなんだなって思った皆さん、まだ甘い。実はこの妄想を中心に繰り広げられるんですって。人間は何かが思い込むんですね。要するに善悪と優劣を判断しちゃうんです。勝手に。つまりこういう人間の方が優れている。こういう人生の方が素晴らしい。こういう社会の方が良い。そういうふうに思い込んでいるんですね。ところがどっこい、これが面白いのが、ちょっとコミュニティを変えたり、住んでる場所を変えたり、職場を変えようものなら、あれ今まで思ってたこの正義、妄想だったんじゃないなんてことが明らかになるんですよね。この感覚をぜひ味わっていただきたいということなんですね。要するに学校一個取ってもそうですよね。あの学校ではこんなことに対して非常に厳しかったのに違う学校行ったらそれ全然関係ないって。だってそうですよね。おーいなんて言われてね。スカートの丈が短すぎるだろうとかね。おいなんだその茶髪はってバチーンってぶん殴られたっていう学校にいた方もいるかもしれないよ。だけど、ポッと転校したらね、制服ありません。ね。髪型自由です。なんてね。そういう学校もあるんですよ。職場だってそうですよ。何々君、会議に何分遅れてくるんだね。なんて言われてる会社もあれば、いつ出勤してもいいし、アドレスフリーだなんていうカフェみたいな会社もあったりするわけですよね。そうなんですよ。これをやらない奴はクズだ。これをやらない奴はダメだって言われてた。そんな感覚が場所変えたら全然違うわけです。ねえ。声が小さいんだよ。そんなんじゃ舞台役者はできないぞって言われてたかもしれないけど、声がすごい穏やかで綺麗ですねなんてもしかしたら川柳のね、読み会に行って言われるかもしれないんですよ。ね。川柳の読み会で鼻がだったあの人はね、もっと声を出せよって吉本で言われるかもしれないですね。ユニットコントでお前そんなわけのわかんないちっちゃい声でよとか言って言われるかもしれないね。何が正しいか。これもう妄想でしかない。ね。外出ましょう。僕も思いましたよ。本当に。ねえ。お笑い芸人としてはこうだって言われてたものがどんどん崩れていく。YouTuber としての正解とお笑い芸人としての正解って全然違うんですよ。ね。カジサックさんがすごいのは、カジサックさんって先輩後輩があんだけ厳しい芸人社会にいながらですよ。
自分より一回りも世代若い YouTuber の皆さんにさん付けで呼んで初めての芸人なんですよ。ヒカルさん、ラファエルさん、ねえ、水溜りボンドさん、ヒカキンさん、フィッシャーズさんって、あのスタンスで初めて入ったんですよ。それまでタレントだ、芸能人だ、そういうプライドがある人たちは、テレビでちょっとずつ、いや、YouTuber じゃないんだからさ、メントスコーラで喜んでる YouTuber じゃないんだから、なんて発言をしてたタレントさんもいっぱいいます。ね。そういうふうに思ってる人もいっぱいいますよ。ね。バイトテロと YouTuber の違いがわからない。お騒がせなんでしょ？迷惑かけるんでしょ？なんかわかんない謎の動画上げてなんかちょっとお金が今入ってきてる人たちでしょ？そういうふうに言ってた人たちと全然違うでしょ？ルール違うんですよ。上下関係が第一ですね。兄さんね。お、飯食わしたるわ。兄さんの世界から関係ない世界で全くの一回り世代、一世代の人はヒカルさんね。これですよ。ね。全然違うルールを自分の中で体感すると思い込み、外れてきます。ね。もう一つ。そして最後、これもう必殺技です。私は私を肯定すると口に出す。言葉をかけてみる自分に。私は私を肯定するよ。これ大事なんですよ。これ何がポイントかと言いますとですね、さっきの自己否定の逆にですね、慢心っていうところに至ったりもするんですね。人っていうのは自己否定と慢心の間で揺れる生物なんですよ。ね、この仏教の間のこの慢心の慢っていう状態。これはですね、妄想の一種って言われてるんですね。つまり自分のことを否定するのが怖いあまりにですね、妄想によって自分はすごいやつなんだっていう慢心でほっとしたいっていう時があるんですよ。いや、俺はすごいんだ。適切な自信ではなくて、いや、絶対大丈夫。俺すごいから。俺の考えてること正しいから。俺すごいやつだから。もっと俺すごいやつだから。私って最高だから。っていう慢心の状態っていうのも非常に危険なわけですよ。なんでかっていうと、それは妄想に過ぎないからですよね。本当に自分ができる自信のあることに自分の実力で向かうならいい。だけど自分が本当は大したことないのにもかかわらず、それができないものに対して絶対にこうだと思い込むことは危険をもたらしますよね。そういう人って周りにもいますよね。いや、そんなでもないんだけどなっていう。俺すごい。俺すごい。ビッグだから。無理してねえ、すごい乱暴な言葉遣いをしてみたり、目上の人に対して攻撃してみたり、いろんなその慢心、これもですね、妄想の一種。でもね、これポイントは、私はすごいと言うってことじゃないんですよ。私は私を肯定するっていう。受け入れて OK 出すってことです。つまりそれがね、登録者がね、100人の私でも、フォロワーが100人の私でも、いや10人の私でも肯定する。頑張ってるよね。ここなんですよ。ね。だって頑張ってるじゃん。ね。毎日更新はできてないよ。でも3日に1回更新してる。ね。YouTube をやろうと思えたんだよ。その上で動画投稿したんじゃん。そんな自分を肯定する。ね。仕事頑張っていったじゃん、昨日。ね。で、ここまで頑張れたじゃん。もちろん全部はやれてないよ。でも6割やった。そんな自分を OK してみる。これがすごい大事なんですよ。これね、やるの忘れがちね。もっともっとって言っちゃうからね。ね。よかったじゃない。中田よかったじゃないと。中田を肯定しようと。ね。俺は、ヒカキンさんを、はじめ社長さんを超える逸材。はい。スーパー YouTuber 登場じゃないんですよ。これ満の状態ですね。怖い状態ですよ。まだ超えてないんだから焦らないでください。それよりも、今ここまで来れたんじゃないのと。ね、曲がりなりにもね、2019年の4月からやって2020年のこの冬まで動画投稿続けてる。ねえ、最初はわけわかんないスマホでね、やってたところから仲間も増えたじゃない。コラボする相手も増えたじゃない。いろんな企画も増えたじゃない。動画たくさん喜んでくれてるじゃない。中田さんの動画見てうちの子供が勉強好きになりました。ね、中田さんの動画を見て、ね、すごくね、受験が合格できました。街歩いても最近 YouTube 見てますよ。YouTube 見てますよ。YouTube 見てますよ。言われることいっぱいあったじゃない。最高に楽しかったじゃない。
それでいいんです。OK。ね。OK を出す。さあ、とはいえ中田さん、見てる皆さん言う。いや、わかりますよ。自己肯定わかりますよ。でもね、フォロワー数100人の私で頑張ってるね。では、生き抜いていけない、そんな現実が今ここにある。そういうことだってある。競争社会なんですよ、中田さん。収益化したいんですよ。食っていきたいんですよ。出世したいんですよ。ランキング出るんですよ。ね。そのライバーです、私ライバーです。もっといいねと、リツイートと、もっと投げ銭をください。ランキング10位以内に入れないと、オーディションに受からないんです。中田さん、自己肯定では飯は食えません。どうしたらいいんですか？ここなんです。落ち着いてください。私も分かっています。ここがやばいぐらいの競争社会であることは私も分かっている。その上でです。ね。争うか降りるかの二択じゃない。ここです。ね。あいつをぶっ潰してやんぜ。の世界か。もうダメだ。こんな争ってもしょうがない。何もかもやめます。YouTube もやめて、私は山へ行く。でその二択ではないんです。二択ではないんです。まあ山に行くっていうのがその逃避ではないですよ。山に行き方にもよりますけどね。はい。争うか降りるかの二択ではなくて、実は心のあり方が世界の見え方なんだと。つまり、この競争社会の中においても、悩まずにそれを楽しんで取り組み続けることができたとすれば、もちろん出世をすることはすごいこと。だけど出世できなくて悩んでることが問題じゃないんですか？そうですよね。出世するというのは適切に仕事をして実績を出せば出世する。それは事実です。ですが、出世をもっと早くしたいからできてない自分が悔しくて最悪に思うっていうのは悩みです。この二つ全く違うことなんです。つまり、競争社会を生きるということと、悩まずに生きるということ、自己否定をしないということは、両立できるんですよ。ここなんです。この動画の最高にエキサイティングなところは。リラックスして自分の悩みを分類して理解した上で自分を肯定する。そこまで分かった。しかしそれは理想論なんじゃないのか。競争社会においては相手をビートする。ぶちのめして、その順位を一つ下げ、自分の順位を一つ上げるという、そういうことの繰り返しなんじゃないのかということと、悩みから解放されることは両立します。では何か？それは心の在り方による世界の見え方の変革です。それは正しい動機を持つことだということです。皆さん実は誤った動機をエネルギーにしてきた。何か？それは否定というエネルギーです。ね。それはある時は他者否定です。ね。あいつを超えたい。あいつに勝ちたい。あいつよりも俺の方が、私の方が優れてるんだから、それを思い知らせてやりたい。知らしめてやりたいという他者否定。もしくは自己否定です。このままの自分ではいられない。こんなままじゃいたくない。もっと頑張らなきゃ私は私であれない。ねえ。1位でない自分が許せない。とかね。自己否定か他者否定をエネルギーにしてきたことはありませんか？そうですよね。トップじゃない自分は許せない。勝ててない自分が許せない。そんなままでいられたくない。もしくはあいつに負けてるのが許せない。否定なんですよ。でもそうじゃなくて本当は正しい動機があるんです。その正しい動機を心から持つことができれば、この競争社会の中を悩まずに生きることができる。唯一の武器がこれです。それは4つ。キーワードが4つあります。来ました。ね。自、非、き、者。ドン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 。自、非、き、者。もうすごいいいですね。仏教っぽくてかっこいいですね。ドン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 。それが主には欠けておるのだ。だからいつまで経っても自分を否定するか他者を否定することでしか燃料が得られない。貴様の中のチャクラが足りていないときに貴様がいつもやっていることは、こんなままの自分ではいたくないという自己否定、もしくはあんな奴に負けたくないという他者否定からしか得られていなかった。見よ、貴様の胸の中をパーンよどんでいる。貴様のそのチャクラは濁っている。
だから貴様は本当のエネルギーを得られていない。師匠、私のチャクラはどうやったら良いか。ジボンジボンヒボンヒキボンヒシャボンシャジキヒシャドン刻み込むのだ。はい、これです。これ何ですかね。相手の幸せを願う、それが慈ですね。慈しみの心ですよ。自分と関わる相手を幸せにしたいと心から願いなさい。そうですよね。YouTube をやる、視聴者が喜んでくれる、いいねを言ってくれる、楽しんでくれてる、嬉しい、視聴者の皆さんにもっと喜んでもらいたい。そこにフォーカスなぜできない？何が関係あるんだ？あなたがヒカルさんやヒカキンさんを超えることで、一体あなたの動画のクオリティに何が関係あるんだ？関係ないんだ。ね、その通り。ね。そしてそんな動画を頑張って喜んでやってることで家族も喜んでくれてるじゃないか。いつも動画見てくれて今日も面白かったよ言ってくれる。いいじゃない。いや、もっと喜んでもらおう。相手を、ね、皆さんの仕事がありますよね。どんな仕事してますか？商品を売る仕事ですか？サービスを届ける仕事ですか？でもきっとその先にはありがとうがあるんですよね。その商品を届けた上でありがとうって言われるお仕事を皆さんなさってる。だからこそお給料や、ね、ギャランティーがもらえるわけです。ありがとうからと誰からも言われない仕事はこの世にないわけです。だからそのありがとうって誰が言ってるんだろうということを考え、じゃあその人に喜んでもらおうというところにフォーカスすべきであって、やれ、ね、年収がどうだとか、なれ肩書きがどうだとか、そういうところにフォーカスしているからダメなんです。チャクラがよどんでるわけです。はい、チャクラがよどんでるとか僕の勝手な言葉です。ブッダが言ってるわけじゃないです。はい、私がそのアニメ的に言ってるわけですね。そして字の次、悲しみ、悲ですね。これは自分のじゃないですよ。相手の悲しみに共感するという気持ちですね。はい。ね。誰かが何か悲しんでるわけでしょ？だったらそれに共感して寄り添ってあげる。ねえ。そうですよ。ねえ。僕の動画、学ぶって楽しいっていうことをね、伝えるためにやってるんですよね。はい。だから歴史って難しいな、ニュースって難しいなとか、そういう人たちに、わかりやすかったっていうふうに届けたい。ね。わかるよ。本って難しいもんな。いや、名著だけど読むの大変だよな。わかるわかる。で、俺が喋ってわかりやすくするよっていう気持ちがいいじゃん。ね。喜びですよ。相手の喜びに共感するんです。自分の喜びを見よじゃねえっていうね。最速で400万突破したこの俺の喜びを見よじゃないっていうね。皆さんが喜んでることに対して共感するんです。コメント欄見ましょうよ。わかりやすかったよ。そこにハートを押すんですよ。楽しかったよ。そこにハートを押すんです。ハートを押し続けろ中田と梶作さんも言ってました。師匠。赤いジャージを着た師匠がまた揺らいで。中田、またハートマークを押してへんのとちゃうか？疲れてんのか？あかんで。ハートマークは押し続けなあかん。師匠、きついんすよ。何百コメントも来てんすよ、一個の動画に。読んでたら誹謗中傷もありますし、ハートマーク一個一個押すのきついんすよ。ハートマーク押そうとしたらなんかわかんない。そのコメントに、だけを選ぶみたいな。なんかそっちになったり、戻って、押しミスでなんかバッと押しちゃったりして、直して、ハート押して、なんかスマホのなんかあれ大変なんすよ。押さなあかんで。人の喜びに、これです。ね。相手の悲しみや人の喜びに共感するんです。自分の喜びとか悲しみに共感してほしいですよね。だから共感するんです。そして、最後の難関です。捨です。捨てよ。捨てるのだ。ね。欲、怒り、妄想を手放しなさいということなんです。これです。悩みの三分類、欲、妄想、そして怒り。こちら、手放す時が来ました。そうなんです。ここまで皆さん自分がモヤモヤしてるなーっていうのがスタート地点でしたよね。
なんだかモヤモヤするんだよ。学校に行きたくないんだよ。職場に行きたくないんだよ。あいつに会いたくないんだよ。なんだか起きたけど楽しくないんだよ。モヤモヤするんだよ。でもモヤモヤしたのをね、ラベリングしてみました。困ってるんだよ。もしくは焦ってるんだよ。悲しんでるんだよ。イライラしてるんだよ。そのマインドフルネスで感覚を確かめた。確かに少しイライラしてるのかもしれない。それを落ち着けた。その上で分類してみた。実はちょっと自分が貪欲になっていることに気づいた。そして妄想で思い込みの立地に立っていることも気づいた。そうした上で自己否定をせずに攻撃と逃避に逃れないことを誓った。そして自分は競争社会の中で慈悲と悲しみと喜びとその感覚を知った。ならば捨てれるはずだ。いきなりもやもから悩み捨てちゃいなよって言われたらふざけんなって言ってぶん殴りにかかりたかったところだけど、ここまで来たのならば捨てれるはずだ。君ならもう捨てれるはずなんだ。ね。登録者400万人最速で生きたいという謎の欲。お笑い界でもっと認めて欲しかったという謎の怒り。そして、とにかく人気があれば、収益があれば偉いんだというふざけた妄想。これらをすべて手放すのです。しかし、更新をやめるという話ではありませんよね。この YouTube、非常に大変な社会です。ですが、自分の表現は続けるということと、それを手放すということは一切相反しないということ、分かっていただけましたか？中田が動画を更新するということと、中田が欲、怒り、妄想にとらわれていることが全く関係ないということが人事だからはっきり分かりませんか？そうなんです。全く関係がないんです。中田が動画を更新し続け、それの収益でご飯を食べ続けることと、中田が400万登録を突破したり、お笑い芸人を見返したり、その上でみんなに偉そうな顔をしたりすることは全く関係がなかったんです。手放します。中田、登録者数をとにかく伸ばせばいいという考えを今洗い流しました。その上でお笑い芸人さんやテレビを見返したいという考え洗い流しました。その上で収益と登録者数が人間の価値を決めるんだウィーウィーという考え方洗い流しました。一切を流して今ただ一人YouTuber 中田敦彦がここに立っております。師匠、ブッダ師匠、俺ハートマーク押します。皆さんの悩みはどうですか？関係ない。あなた方はもうそこまで来てる。私でさえ、この欲の塊の私でさえ流せたのだから、あなたに流せないはずはありません。共に頑張りましょう。ではまた。新番組ウィンウィンウィン。よいしょ。この2人でやるっていうこのスリリングさ。自分たちでお金を出して、階段ってそんなに高いのってね。そうなんマジですよ。ここにスーパーのゲスト来ますから、ハーフで、ド派手なスターが。本日のゲストはこちらの方です。どうぞ。ウェブコミュニティプログレス。人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。